はい、皆さんこんにちは。ティナズボーカルスタジオのティナです。まずはじめにですね、今回の動画は本当は、3年ぶりの日本帰国において日本のね、帰国対面レッスンのお知らせの、動画の予定でした。それを撮ろうとしていたその日からちょうど、体調を崩してしまって声が出にくくなってしまいました。で、検査したところオミクロンということが発覚して、こうした残念なお知らせを取る流れになっております。東京と大阪と、レッスン枠が全枠埋まり、たくさんの、ね、方々にね対面レッスンできるんだなと思ってすごくワクワクしてたんですけれども、まずですね16日に予定していた日本行きのフライトをキャンセルして、大阪福岡の方はもうね2月4日から始まるので早急にご連絡差し上げましたが、本当にね残念な気持ちでいっぱいです。この今ね流行っているオミクロン感染というのは、声をね仕事にする方にとってもね大きな影響を与えるので、思い切ってね上げることにしました。伝えたいことを5つにまとめてみました。オミクロン実際に私かかったんですけれども、今ね5日目です。オミクロンの、リアルな症状、3日目の一番最悪な時の取っといたものがあるので、そちらを見ていただきたいと思います。で、2つ目、私がねオミクロンにかかった経緯と治癒にね向けてしたこと。3つ目、ロサンゼルス在住者のリアルなね、感染状況についてお話ししたいと思います。4つ目、日本帰国される際に知っておきたいこと、今のね状況ですね。そして5つ目、それでもなぜ帰国するのか。以上の5点を踏まえて、声をね、仕事にしている方をはじめとして、今一体ロサンゼルスでは何が起きているのかっていうことを、自分がね体験した実体験を踏まえてボーカルコーチの視点からお話ししていきたいと思います。3日目の一番ね最悪だった状況を、もう本当にね身を削ってというか、もうほとんどね多分意識もない感じなんですけれども、なんとかね、ドスッピンに取りましたので。はい、おはようございます。これオミクロンにかかってから3日目かな。全然声が出ません。熱を測っていきたいと思います。昨日は38度まで上がったんですけど、もともと低い声がますます低くなっております。自分でセルフ検査キットっていうのが多分日本でもあると思うんですけど、ほぼほぼ平熱戻りました。熱はだからそんなに高く上がらないんですけど、ただひたすら喉が痛い喉が痛すぎて呼吸がちょっとしづらくなるのかして夜中起きるんですよ。なんで2週間はちょっと自主隔離で他の人にも会わないようにして過ごしたいと思います。いやでもこの後ね声がどうなってるのかちょっと不安な部分もあるんですけど、今は出ない声のありがたみを余計に思い知ります。そう、さっきちょっと話そうと思ったんですけど、もうねどこもアウトオブストック、在庫切れでして、どこにもないんですよ。みんな多分同じこと思ってるんですよね。もうなんか去年のマスク状態みたいになってて、本当にどこにもない。6軒ぐらい回って朝から、でもねなかったし、金曜日に来るはずだったのにいやアメリカの言葉信用してないですね。というわけでそんな感じになります。感染力強めなんで気をつけてください。それでは。すごくね痛々しいでしょ痛々しいからね載せるかどうか迷ったんですけど、でもまあここは YouTube をやってるっていう意味で、こういう時に初めて自分が経験したこと役に立つんだろうなと思って、正直にありのままをちょっと載せてみました。
2つ目の私がオミクロンにね、かかった経緯、動画ではねちょっと話しきれなかったことを少し補足でアメリカでね入手できる薬などを紹介したいと思います。私は、ワクチンはもうすでに2回打ってて、6月が最後のワクチンでした。でも3回目のブースターショットっていうのをね、まだ打っていなかったんですね。ごめんなさい、今みたいにですね突発的に咳は出てきます。未だにね、同じ空間にいてもかかってなかった方は3回目のブースターショットを打ってたりとか、あとは以前にねコロナにかかってて抗体ができていたとかですね。これだけね全米で、コロナがね大流行してたにもかかわらず、私はね幸い1回もねかかったことはなかったんですよ。よりによってね来週フライトを直前にしてこんな風になるとは全然思ってもなかったです。本当に症状としてはですね、私の場合は、熱は38度までしか上がりませんでした。何よりひどかったのは喉の中にガラスの破片が刺さってるかのような、もうすっごいね喉が痛くて、これもね本当に個人差だと思うんですけど、喉が痛くて眠れないのと、突発的にね夜中にも咳が突然ゴホゴホゴホってなって、さっきもねちょっと一瞬なりましたけど、信じられないようなもう怪物みたいな声だったと思うんですけれども、T ちゃんか怪物かみたいな感じで喉がすごいことになっているんですけど、とんでもないぐらいに低音が今出てるんで、いつもこれぐらいでマックスだと思うんですけど C なんですよね。今日はね最強っすよ。私が使ってたお薬は今私の周りのね薬局ではですけど、ほとんどもうね在庫切れなんですけれども、こちらの薬すごくね、なんて読むのかな、ムシネックスっていうのかな、わかんないですけど、こちらのお薬をおすすめされたので4時間に1回飲むようにしてました。すごいまずい薬アメリカいっぱいあるんですけど、そんなね感じのナイクエルとかそういう味ではなく、なんかねミントみたいな、なんか青色もほとんどないですよね。ずっと飲み続けました。同じくタイレノール、これですね、こちらをね4時間に1回飲んでたよって方もいて、これも効いたと言ってました。アドビル、こういうお薬もあるんですけど、この薬だと私が胃がねすごく荒れてしまうんですね。なんか胸がキューってね締め付けられるような、バファリン、日本でいうとバファリンとかロキソニンとか私あんまりダメで、アスピリンとかイブプロフェンっていう成分が私はどうしてもね胃が荒れてしまって、私このタイラノールは成分がアセトアミノフェンだったかな。私みたいなね胃が弱い方でも十分に飲めるという感じです。はい、重宝させていただきました。かかったらねひたすら寝ることが大切だと思います。乾燥って特に喉の痛みを増させるので、加湿器とかねがある人はいいんですけれども、ない方は、例えばね濡れたタオルとかを絞って置いておくとか、干しておくとかね、部屋の中に干しておくとかすると喉の治りが早くなります。3つ目ですね、ロサンゼルスのリアルな感染状況について簡単にお話ししたいと思います。実際に12月末ぐらいまではそんなに多くなかったんですけれども、ここ 1,2 週間ですね、私の周りのねもう5分の3っていうぐらいかなぐらいの友人がもうみんなひたすらね感染していってる、そんな状況になってます。そのホームキットで最後ね薬局でどこも見当たらなくて、もうオンラインではですね在庫切れなんですね。どこへ行っても、この今は手に入りましたが、このキット、ホームキットがどこにも見当たらなくて、完全に乗り遅れたって、完全に私見た時棚にはもう全滅だったんですよ。それだけね今は本当にアメリカで大流行中だってことなんですね。4つ目、どこかに渡航するために陰性証明っていうものが、渡航の72時間前に陰性証明をもらえないと渡航ができません。その陰性証明を取る病院を予約します。それに加えてね日本に着いてからもまた、検査するんですけど、
私自身もね 2,3 日ごとにでももうテストする予定なんですけれども、それ次第検査して陰性が出次第でフライトの日程を改めて決めたいと思います。発症したのがね1月9日だったので、2月のね頭ぐらいに出れたらギリギリ間に合うんじゃないかなというふうに思ってます。機内の中に一人でもオミクロンの方がいらしたら、もう強制的に誰にも会えず、日本に着いたにもかかわらずコンビニの飯につけず、空気も吸えないまま速攻でねホテルに直行しなきゃいけないんですけど、最近、帰国した3人の友人がいるんですけれども、オミクロンの人が飛行機にいて、もう14日間、ホテルで強制隔離になっておりました。なので私もね心しておいております。5つ目のそれでもなぜ帰国するのかっていう話なんですけれども、2020年からねコロナがねずっと続いてて、なかなかね思うように帰国できなかったんですけれども、家族にもね3年間会ってないので、本当にねお母さんのご飯が本当に楽しみでしょうがないですけど本当に楽しみ。ようやくねこういう帰国の決断をした時に限って私がねこういう、オミクロンになってしまうっていうね、私がこれを動画を作ってる間にももっともっといっぱい増えていくと思うんですね。なかなか外に出ません。私なかなか出ないのにかかったんですね。で皆さんもね散々ねコロナから振り回されてきたと思うし、コロナからね逆にねいいチャンスを得ていった人たくさんいると思います。日本の生徒さんも、ロサンゼルスの生徒さんもね結構もうオンラインが多いんですね。ただやっぱり私は対面でレッスンするのが一番好きなので、対面でしか感じられない空気感、空気の振動だとか熱気というか、やっぱりね人間と人間の間なので、どうしてもそこは越えられない壁があると思います。もうね遅かれ早かれ全ての人がかかるんじゃないかぐらいな、ますますねこう進化し続けると思うので、ウイルスって本当に怖いですけれども、拒んでいるだけではなくて、どうやってね共存して生きていくのかってことを、考え始める段階にあるんじゃないかなと私は考えてます。まだまだねウイルスにはね、影響たくさんされると思います。日本に帰ってからも。だけれども、もう振り回されてはたまるかということで、誰でもオミクロンにかかる可能性は隣り合わせになっているっていう意識を忘れずに、大事な予定がある方々は外出をね避けて自己管理、私もね劣っていたので、だからこそ皆さんに伝えたいと思って今回動画でお伝えしております。一刻も早くね声も本調子に戻るように、自分自身も声のトレーニングを劣らずにやっていきたいと思います。オミクロンって従来のコロナに比べたら本当にね重症化しにくいし、熱もそんなにね、上がったとしても一瞬で下がったりします。ただ声をね仕事にしている方には本当に大敵なんです。そういった意味でねボーカルコーチをしている私にも発信できる、トピックなんじゃないかなと思って今回、急ぎで動画を撮らせていただきました。私のチャンネルはいつもねこう日常のこととか載せないので、見る人によっては関係のない動画だよって思ってるかもしれないんですけれども、取り急ぎね必要な情報を全部ね、ごっちゃになってでも伝えたいなと思ったので一本の動画にさせていただきました。この動画が勉強になったよって方は、勉強になったかどうかわからないですけど参考になったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。引き続き、大阪福岡のレッスンについても、3月延期、日程はこれから出していきますので、私の中のウイルス君が完全にね、消えてくれてから日程を決めていきたいと思いますので、ぜひこまめにチェックしていただけるとありがたいです。それでは皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。今日はね、ちょっと違うところで撮ってたので、T ちゃんがねこうやって登ってこれました。こんにちはってよ絶対カメラ目線、ごめんね。 Thank you so much for watching. Stay tuned. Bye bye.